激走水産です。お世話になっております。というわけで本日カットしていく節がこちら、ブリ稲田とヒラマサでございます。よくね、ブリ御三家って言われてね、このブリとヒラマサ、それからカンパチですね、その3つの魚がね、非常によく似ている魚なんですけれども、特にね、このヒラマサとブリがかなり分かりづらいということで、今日そちらをね、解説していきながらお料理をしていきたいなと思っております。ではフェチをカットしていきましょう。はい、では早速ですがね、解説をちょっとしていこうかなと思います。ちなみにこれ手前がね、稲田ですね、ワカシのサイズかな。ブリのちっちゃいやつですね。で、奥がヒラマサになっています。ってことで、どう違うのかっていう、一番わかりやすいところについては、このヒレの位置ですね。ヒレの位置なんですけれども、まず、こっち、ブリですね。ちっちゃいものなので稲田ですけれども、ブリに関しては、ここにこう、ラインが入ってると思うんですけど、ブリに関してはこのヒレがこのラインにかからないんです。ここね、かかってないでしょ。こんな感じです。それに対してヒラマサは一目瞭然、確実にこのラインの上にこのヒレがかかるんです。というのが一番大きな違いの一つですね。あとは割とこうやって並べてみるとパッと見でもう背中の青さ違いますよね。やはりブリの方が背中は緑で、ヒラマサの方が青っぽい背中をしてますね。あとはよく釣りする方がよく言われるのは、ここの、なんていうんですかね、口のここ。口角わかんないんですけど、ここの角度が、ヒラマサに関しては、こういう感じで少し丸みを帯びてるんですよ。それに対して、ブリですね。ブリに関しては、ここがシャキーンとね、角がすごく立っている。こういったところがね、おおむね、違いであるというふうに言われてますね。はい、というわけでブリとヒラマサのね違いが説明できましたところで、鱗をねいつものようにガリガリと描いていっちゃいましょう。はい、ではね、鱗が描き終わりましたのでね、早速さばいていこうと思うんですけれども、本日はね、特に姿作りとかにする予定もないので、もうさばきに関しては、割と今日はちょっともう秒で終わらせていっちゃいます。ここにね、ザクッと入れて、腹入れて、裏返します。で、こうやって頭を落としますと。はい。で、頭を落としましてね、そうしましたら、この時に内臓も抜いちゃいます。ちょっと苦玉を潰してしまったようですね。これは私のミスでございます。はい、じゃあこちらね、稲田ブリの方の頭が取り終わりましたので、こちらヒラマサですね。ヒラマサも同じようにエラの後ろから入れちゃって、お腹を入れちゃって、ひっくり返しの頭をザクンと落とします。はい。頭を落としましたら、内臓もそのまま落としちゃいます。はい。じゃあね、あとはここの腎臓のところに傷をつけて、あとはここをね、水洗いしていっちゃいましょう。はい、では腎臓、血綿のところがね、綺麗に洗い落とせましたので、早速補助入れていっちゃいましょう。じゃあね、上身からスタンダードにね、久々にね、頭ちゃんと落とした状態でさばくんですけれども、スタンダードのさばき方をやっていきましょう。腹側入れて、背にも入れて、背のところを中骨のところまでガタガタガタっと入れてきちゃって、尻尾から入れて、スッとね。はい、これで上身が取れました。はい、じゃあ下身もね、同じように腹側のところをスイッと入れてきちゃって、背中の方もスイッと入れてきちゃいます。はい、そしたら中骨に当ててガタガタガタっと入れてきたら、尻尾のところに包丁を入れてスッスッスッと。はいって感じで、こちら下身もおろせました。はい、じゃあこちらね、稲田ブリの方はおろし終わりでございますね。じゃあ続いてこちらのね、ヒラマサも同じようにやっていっちゃいましょう。いやね、本当はね、今日同じぐらいのサイズのね、稲田とこのヒラマサがいたんで、あとね、カンパチのちっちゃいやつ、食香とかがね、あれば買ってきて御三家並べてやりたかったんですけども、ちょっとね、食香はなくて、つむぶりとかはいたんですけどね、さすがにここにつむぶり並べるのちょっと違うなと思って、なので今回はね、このヒラマサとブリ稲田だけでやっていこうかなっていう感じなんですけれども、カンパチはね、さすがにもう色からしてすごい違うんで、あとね、カンパチは頭にこう8の字があるっていう風にね、覚えると覚えやすいですねって感じで、結構カンパチはもう見た目が明らかに違うんで見まごうことはないでしょうということでね、今回このブリとなんかさっきからブリっていうのがね、おこがましいサイズなんですけれども、ほんと稲田というかね、ワカシというかね、関西だとね、ツバスっていうような言い方したりしますよね。ほんと地域によっても呼び名違うし、出世用だから大きさによって違うし、紛らわしいなというね、そういう感じで言ってる間に、はい、じゃあこちらね、三枚おろしは完全に終了いたしました。というわけでね、このまま腹骨も書いていっちゃいましょう。このサイズだとね、特に逆包丁とか入れずに、このままスイーッと入れてきちゃえば、このように腹骨も取れますね。こちらも同じようにスイッと入れてきちゃいます。やっぱりね、ヒラマサどうかな、結構ね、ブリとかと違ってヒラマサって
サイズ関係なしなんですよ。ブリとかって結構その寒ブリとかね、大きいサイズになってきて、ようやく脂がしっかり乗ってきてって感じだと思うんですけれども、天然物は特にね。ただヒラマサに関しては割とこのぐらいのサイズからしっかりとね美味しくいただける、もちろんこの稲田もね美味しくいただけるんですけれども、結構そのヒラマサはサイズに関係なく美味しくいただけるということでね、非常に高級なお魚として料亭などで扱われているお魚ですね。結構スーパーに並ぶこととか珍しいかもしれないですね。はい、というわけでこちら全てね腹骨なども処理できましたので、こちら皮を引いていこうと思います。といってもね、こちら2匹を今から全て食べるっていうのはちょっと厳しいなということで、こちらね半身ずつ使っていこうかなと思います。はい、ではまな板を一旦きれいにして皮を引いていっちゃいましょう。はい、じゃあまな板きれいになりましたので皮引いていっちゃいましょう。こちらがね稲田ブリですね。背中が緑なのでまだ分かりますね。こちらの皮を引いていっちゃいます。尻尾から入れましてスイッと入れてきちゃいます。よいしょ。はい、ということでね、こちらで皮が引けました。でね、もうこの時点でね腹と背に分けていっちゃって衛星まな板の上に置いていっちゃいましょう。でね、ここ血合い骨って尻尾の方までは入ってないんですよ。なのでこの真ん中のあたりまでで OK です。この方がねぶどう盛りがよく身がたくさん取れるので、その方がいっぱい食べられますね。ということでこちらヒラマサさんですね。こちらも同じように包丁を入れてきてスイッと皮を引いていっちゃいます。はい、じゃあそうしましたらこちらもねヒラマサも腹のところから入れちゃって、はい、これで柵が取れました。こちらも同じく血合い骨のところはこの辺まで、この辺ね、はい、この辺、はい、ここからも入ってませんので、ここまでね律儀に取っちゃうと身はもったいないので取らないように気をつけましょう。はい、ではこちらで皮が取れましたので、ここからねさらに調理をしていっちゃいたいと思います。はい、ということで皮が引き終わりましたヒラマサとブリ稲田でございますね。こちらなんですけれども、今日はお刺身にするわけではなく、ヒラマサとブリを混ぜちゃってポキ丼にしちゃおうと思います。刺身飽きたんや。ということでこんな感じでね一口サイズ、こうなんていうんですかね、こうダイスカットにしていっちゃいます。今切ってる方がブリ稲田の方ですね。これをサイコロにしちゃって、はい、こちらもねヒラマサも同じようにここからスイッと入れてきちゃいまして、尻尾からダイスカットしていっちゃいます。はい、じゃあ全てねダイスカットできましたので、こちらに関してはねこれからタレを作ってつけていくので、もうね混ぜちゃってこちらの器に移していっちゃいます。はい、というわけでブリとヒラマサのポキ丼に使うね、これからタレを作っていくんですけれども、そのタレに使うねちょっと具材の野菜、今回使うのはこの紫玉ねぎとアボカドだけっていう感じなんですけれども、こちらをねまずはみじんに切っていっちゃいます。こんな感じでね、ちょっと食感残るようにね、あんまりこう細かくしないように切っちゃいます。はい、では紫玉ねぎ刻めましたので、この紫玉ねぎはねちょっとそのまま食べると辛いので、こちらちょっとだけ酢を入れた酢水ですね、こちらに15分ぐらいさらしておくことで辛みが抜けますので、酢水に一旦さらしておきましょう。はい、じゃあ続いてもう一つの具材アボカドですね。アボカドのねこのまま種を抜いて使っていっちゃいたいと思うんですけれども、どうしようかな。いや実はね普段食生活で自分野菜食べないんですよ。本当は野菜本当あんま好きじゃなくて食べないんですけど、アボカドはね唯一好きな野菜、これ野菜なのかな、果実ですかね、って感じなんですけれども、ちょっと先っちょの方黒いな。本当は半分ぐらいでいいんですけど、もう1個今回はね使っていっちゃいましょう。ちょっとこの先っちょね黒くなってるところを切っちゃって、アボカドはねたまにこういうのありますよね。熟しすぎちゃったりねしてるとこういう感じで黒くなってるところがあるんですけれども、ここ切り取っちゃえばこちらでしょう。はい、じゃあダイスカットできましたアボカドはこちらのお皿に置いておきます。はい、ということで食材が一通りカットし終わりましたので、タレを作っていきます。まずはねお醤油ですね。大体大さじ4とかそんな感じっぽい感じで、はい、いつものごとく目分量なんですけれども、あとはこちらですね。はい、これみりんです。先ほど煮切っておきました煮切りみりんですね。それも粗熱が通られた状態になっています。このみりんを加えていきます。はい、ではみりんが入りましたら続いてごま油ですね。ごま油はね本当に香り付けって感じで一回しって感じで OK でございます。はい、であとはね
すりおろしニンニク。ニンニク刻んだりね、自分でおろしてもいいんですけれども、ちょっと今回はね、めんどくさいというか、このすりおろしニンニク 1kg があるので、使い切らなきゃっていうことで、ニンニクこのぐらいですね、結構量入れちゃってパンチ効かせていきましょう。はい、じゃあニンニクが入りましたら、あとは白ごまですね。白ごまをね、パラパラパラっと、ここら辺はね、お好きな量で入れてっちゃってください。はい、じゃあ白ごまが入りましたら、一旦ソースを混ぜ混ぜしていきます。はい、ではここにできましたソースに先ほどダイスカットしたブリとヒラマサ、ブリといっても稲田のサイズですけれども、こちらをミックスしたものをつけていっちゃいます。じゃあこちらに漬け込んで、そうですね、大体2、30分ぐらい漬け込んでいきます。あとこの時点でね、さっきね、酢水に漬けておいたこちらの紫玉ねぎ、これも漬け込んでいっちゃいます。はい、じゃあこちらしっかり混ぜ混ぜいたしまして、では漬け込み20分後に移動。はい、ではあれから20分ほど経過いたしまして、こちらポキですね。はい、今更ですけど、ポキってなんかハワイのこういう魚を漬け込んだ料理ですよね。なんでハワイかっていうとね、夏なんでね、夏感出していきたいなということで、ハワイアンフードをちょっとチョイスしてみました。こちら漬け込んだポキにね、先ほどのアボカド、これはね、ほんと食べる直前ぐらいに入れていくっていう感じなんですけれども、はい、このアボカドを加えていきます。はい、ではこちらをさっくりと混ぜていきます。はい、ではこちらがさっくり混ざりましたら、はい、こちら熱々のご飯でございますね。こちらにこのポキをどっさりと盛り付けていっちゃいます。はい、ではこちらね、ご飯の上にポキが盛り付けることができましたら、最後にですね、刻み海苔ですね。こちらの刻み海苔をね、上にパラパラパラっとかけていっちゃいます。お好みによってはね、ここに卵黄なんか乗せても美味しいかもしれないですね。というわけで、これにてヒラマサとブリのポキ丼完成です。では本日もいただきます。はい、ということでね、今ご覧いただいた通り、ポキ丼の他にちゃんとブリとヒラマサ、お刺身もちゃんと食べ比べように作ってあります。こちらがヒラマサ、こちらがブリですね。さすがにね、ブリとヒラマサの比較動画作っておいて食べ比べしないはないだろうと、しっかりと食べ比べをしていきたいと思います。というわけで早速ではね、ヒラマサからいただいてみましょう。一切れお醤油つけましていただきます。ヒラマサ美味しいですね。油がそんなにくどくなくてね、何よりブリと比べるとやっぱりこの歯触りがしっかりしてるっていう印象がありますね。では続いてこちらですね、ブリの子供イナダでございます。イナダもね、なんだかんだ言って夏が美味しい魚でございますので、こちらも一切れいただきます。いや正直ね、動画をこれを撮ろうと思った時に食べた時のリアクションとして、いやわっかんねーっていう感じでリアクション撮ろうかなって思ってたんです。でも実際食べてみて違いますね。やっぱりヒラマサに比べてこっちのイナダですね、ブリの子供ですけれども、歯触りがね、どっちかというとヒラマサよりも柔らかい感じと言いますか、ヒラマサがコリコリした白身に近いっていう感じであれば、やっぱりイナダは少しこう舌触りのいい食感としてはね、マグロのトロとかそういったような感じの食感、どうしても違いはやっぱりあります。かといってね、ヒラマサをね、ブリですと言われて出されたら、正直間違う自信しかないです。というわけでね、ヒラマサとブリのね、食べ比べ、しっかり、味違うんだなっていうことも感じられましたので、ではそちらの美味しさ、両方とも詰め込んじゃいました。こちらのポキ丼でございますね。こちら、早速いただいていきましょう。がっつりいただいちゃって、夏のスタミナつけちゃいましょう。では、おっきめの一口、いただきます。うんま、神の食いもんやんかこれ。マジでめちゃくちゃうまいっす。ごめんなさい、ちょっと感想を言う前にもう一口だけ食べさせてください。マジでめちゃくちゃ美味しいっすこれ。ブリとヒラマサのね、歯切れのいい身質とアボカドのとろける食感、それからね、この紫玉ねぎ、この紫玉ねぎの食感のアクセントがたまらないです。ここにね、しかもごま油が効いてきて絶妙な味わいですね。でも醤油とみりんとごま油で味付けしてる魚の漬けってハワイアンなんですかね。細かいことはね、美味しいからよしとしましょう。というわけでね、本日も行きましょう。エナジー注入1本いただきます。美味しいございます。ではあとはのんびりと味わっていきます。では本日もごちそうさまでした。
ということで本日はね、ブリとヒラマサ食べ比べということでね、やってみたんですけれども、もっとリアクションに困る動画になるかなと思いきや、意外と違いがはっきりしてましたね。ブリとも呼べないぐらいのね、若から稲田ぐらいのサイズだったんで、本当に違いが感じられないんじゃないかなって思ってたんですけれども、あのぐらいのサイズからね、しっかりと違うんですね。あとはポキ丼。本当に美味しかったですね。これ本当に他のお魚、マグロとかね、サーモンとかでやってもすごく美味しいと思うんで、ぜひぜひレシピとしてお試しあれ。というわけで本日の激セマ水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またね。